こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は滝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ滝さんについて自己紹介をお願いします。はい、普段は会社員でシステムエンジニアをしております滝久と言います。今日はよろしくお願いします。お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅は、間取りはこれはどういう間取りになるんですかね。間取りは 3DK になります。50平米ですね。はい。なんかこの物件を選んだポイントというか何かありますか。ここリビングとワークスペースをつなげてるんですけど、そこが日当たりが非常に良くて、はい、気に入っております。はい、というわけで、かなり家具がお好きということで、そうですね。結構ねコレクタブルなアイテムが多いと思うので、そのあたりとか、あと聞けたらちょっと洋服の話とかもね、聞けたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではリビングの方を紹介していただきたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか。はい、どうぞ。はい、失礼します。おお、ここはだいたい何畳ぐらいになるんですかね。10畳ぐらいですくらいだと思います。ということで、じゃあこのお部屋のまずこだわったポイントやコンセプトがあればお聞きしたいんですけど、はい、何かありますか。はい、僕はミッドセンチュリーの年代が好きなので、主にこの部屋に置いてあるのはヨーロッパの50年代から60年代くらいのヴィンテージの家具だったり小物がほとんどになります。で、民芸品もすごい好きなので、日本の古いものやアフリカのフォークアートみたいなものとかも多くミックスしております。はい、ちょっと今回は結構個人的に今の僕の気分の家具がちょっといろいろ多いので、ちょっと参考にお伺いいろいろさせてもらえればなと思うんですけど、まずじゃあちょっとこちらのお部屋から聞かせていただけたらなと思うんですけど、こっちはなんか仕事部屋みたいな感じなんですかね。そうですね、基本僕のワークスペースとさせてもらっています。普段はお仕事は在宅なんですか。月半分が在宅になっています。じゃあ結構この作業環境というかそのあたりもこだわってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、デスクと照明だけ揃えてる感じなんですけど。ちなみにデスクはどちらで購入された。デスクは大阪の 70B というヴィンテージショップで購入したもので、ウッドとメタルのバランスだとか、この天板の間に白い木材挟んでたりとかがなんかオランダのシーズ・ブラックマンのデザインに非常に似てるっていうところで惹かれて購入したものになるんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、もう一目惚れで購入しましたね。この照明、この黒いスタンドのライト、これなんかあまり見たことないデザインですけど。そうですねジャームライトっていうもので、アンダース・パーソンというデザイナーが90年代ぐらいかなに出したもので、ずっと欲しくてですね探してたんですけど、下北沢のナンセンスというお店に入荷したっていうのを聞いて、すぐ電話して取り置きしてもらって購入しました。結構なんかミッドセンチュリーの家具と相性良くて、これはなんかあれですか、アームの先とかこう調整できるというか可動式の。そうですね、こうやって稼働できますね。可愛い、なんか生き物みたいですね。そうですね、デザインが。あとじゃあちょっとこっちの壁側もね、いろいろ聞けたらなと思うんですけど、この辺りはなんか結構壁に直接いろいろこうディスプレイされてたりもするって感じですね。そうですね。ヴィンテージショップでこのチーク材のヴィンテージの家具と水色の壁紙を合わせてるっていうショップがあって、それをこう見ていいなと思って同じような感じにしました。ここはじゃあなんかこの壁掛けの今ラグって言ったらいいんですかね。そうですね。これはこのタペストリーが大阪のウォントアンティークさんで購入したもので、東ヨーロッパの60年代ぐらいのものなんですけど、なんかちょっとモンドリアンルックみたいな感じで、ちょうどイヴ・サンローランの60年代のモンドリアンルックもその年代ぐらいに出してたので、なんかこう近しいものがあるのかなみたいな。すごいな、確かに気に入ってますね。これ確かになんか引かずに壁にかけたくなりますね。これそうですね。インパクトちょっと強すぎるって他のものがかけられなかったんですけど、あとはなんかああいうのをちょろちょろっとかけていて、結構その年代ものでこうバードオブジェみたいなものってそのミッドセンチュリーで結構よくあるパターンだと思うんですけど、これは鉄製の黒い鳥のオブジェがちょうどヴィンテージショップで見つかったのでまとめて購入して。これ鉄製なんだ。これ鉄製なんですよ。これも60年代とかのものですかね。そうなんです。はい。あとはこの脚立って言ったらいいんでしたっけ、こういうのは。そうですね、はい。これもヴィンテージの。これもヴィンテージですね。北参道のアンドヴィンテージというよく行くショップがあるんですけど、そこで売っていたものになります。本当安くて8000円ぐらいで
セールで購入したものですかね。あとはこちらの後ろにある、はい、チェスト、はい、チェストについてもちょっとお尋ねしたいんですけど。はい、これもヴィンテージで購入したもので、デンマークのヴィンテージのチェストになります。なんかちょっと日本っぽいなんか見た目というか、なんか民芸っぽいちょっと雰囲気もなんとなく、そうですね、なんかありますね。はい。この辺は普段はどういうものを収納されてらっしゃるんですか？はい、この辺は僕がメガネがすごい好きなので、メガネのコレクションとか香水とかね、なんかそのアクセサリー類を入れていてます。はいはいはい。メガネもなんか同様に結構ヴィンテージのとかが多いんですか？ヴィンテージは1個しかなくて、ほとんどがアイバン7285っていうブランドだったり、レスカとかアンバレンタインっていうブランドが好きで、これがアイバン7285で、これがアンバレンタイン、これがレスカなんですけど、それファッションに合わせて大体毎日変えるみたいな感じなんですか？今日もこれをかけようかどうしようか迷ってますね。ちなみに本日かけてらっしゃるメガネは？これもアイバン7285というメガネです。はい、香水、はい、とかも普段使ってらっしゃるのは？香水はバイレードが大好きで4つ使ってるんですけど。本当だ、たくさんある。はい、香水はもうここにあるものをローテーションでなんか使われてらっしゃるみたいな、はい、感じですかね。はい、そうです。こっちのスタンドライト、はい、これはどちらで？これはフロスが出しているグローボールっていう照明で、ジャスパー・モリソンがデザインしたものになります。ちょっと傷がたくさんついてるんですけど、こういうミッドセンチュリーのいなたい木製家具とかにちょっとこういうスペースエイジっぽいものを合わせるとバランス取れるかなと思って合わせたりしてます。はい、ここもこの壁掛けのシェルフがありますけど、これも同様にヴィンテージですか？これもヴィンテージですね。ストリングシェルフというもので、スウェーデンの建築家のニュース・ストリングが1949年にデザインしたもので、こっちはヴィンテージで、こっちにも現行品があるんですけど、この幅にぴったり収まっていて、結構日本のこういう狭小な住宅でもこの幅に合わせて使えたりとか、モジュール家具としてなんか言われてるやつですね。結構なんか49年でモジュール家具というとちょっとドイツのバウハウスの流れを組んでるのかなみたいなところが思ったりして、この辺だとファットラバーとか、はい、ちょっとテンション的にはそういう火器とか陶器のものもあるって感じなんですかね。そうですね。これはドイツのファットラバーというもので、西ドイツで60年代ぐらいに作られたものなんですけど、これはジャスバ社のコルティエっていうシリーズで、ちょっと卵の殻割れたみたいな感じが可愛くて購入しました。で、上のがビトッシーの50年代のものなんですけど、ビトッシーって結構青い陶器で動物のモチーフのものが多いと思うんですけども、これはなんか揺れるモンドリアンみたいな名称で海外で親しまれてるみたいです。なかなか見たことなくて、はい、でこれは小野昌平さんがデザインされているアートピースのもので、代々木上原のアイルで購入しました。その辺が陶器、はい、ですね。普段お部屋のこの香りはこれお香の香りなんですかね？これは。そうですね。アポテーケフレグランスのお香を焚くことが多くて、この部屋はよくこれ焚いてますね。はい。あとはこの辺でいくとこの下、はい、下はこれはちょっとシステムっぽい。これですかね。はい。はい。これはギャレーボックスっていうヴィンテージのキャビンアテンダントが飛行機の中で配膳として使うものなんですけど、これを僕は収納として使っていて、妻のものとかも入ってるんですけど、こういうのを収納してたり。はい。わ、救急ボックスですか？これ救急ボックスとか絆創膏とか入ってるやつです。ハンガリー軍の当時軍物のボックスで収納ができるものになっていて、こういうのにかわいい。そうなんです。可愛くて、これはヴィンテージで出してても全然なんか可愛いです。そうですね。ショップとかでこれを重機として使ってるのを見て、欲しいなと思ってメルカリで探して、メルカリで、はい、買いました。なかなかお店では見たことはないですからね。はい。結構お値段的には高いんですか？こういう5万円ぐらいすることもありますね。これは4万ぐらいで買いました。はい。あとはこのお隣、はい、お隣でいうとこの植物のこのプラントポット、はい、これはすごいなんか独特なデザインですね。そうですね。これもファットラバーなんですけど、これシューリヒっていう会社がもともとあって、そこのローラというシリーズで
修理費の中でもローラはかなりコレクターが多いシリーズでして、これは本当に日本で見かけなくて、あったとしても6万とかかなり高値がつくんですけど、ドイツのヴィンテージのディーラーからこれを3万5千円ぐらいで安く買うことができまして、もうすごいお気に入りですね。へー、かわいいですね。息子がこう持ってグラグラしたりとかちょっと脅威はあるんですけど。怖いですねそれめっちゃ怖いですねそれ。ちょっとそろそろどけないとなって思ってるものになります。でこちら続いてるのが、はい、リビングということで、はい、ちょっとお話を聞いていきたいんですけど、はい、まずじゃあやっぱりちょっとここのメインになってる、はい、このソファーと、あとちょっとテーブルについてお尋ねしたいんですけど、それぞれじゃあソファーから聞いてもいいですか？はい、これソファーはテーマにはちょっと合ってないんですけど、ユニコのアルベロという定番のソファーで、なんかほっこり北欧系のイメージがうちにちょっと合わなくて早く買い替えたいんですけどそうなんですねなんですけど、なんか使い勝手良くてずっと使っちゃってる感じです。なので引っ越した時とかにちょっとドンとでかいいいもの欲しいので、それまではちょっと使うかなっていうところですね。ここはなんかですか、デイベッド風というかにできたりしますね。外せるみたいな。はい、3つとも外せるんで意外とベッドになったりいいですね。はい、します。ちなみにこの後買い替えたいなと思ってるソファーは、はい、なんか狙ってるのがあるんですか？ブランドとかデザイナーはまだ決まってないんですけど、なんかレザーだったりクロームメッキみたいな、ちょっと冷たい質感のものを入れてほっこり感を中和させたいとは思ってますね。なんかカッシーナのね、シリーズとかは相性良さそうですよね。そうですね。コルビジェっぽい感じ。コルビジェとかはなんか、そうですね。勝手に良さそうだなと思ってました。そうですね。はい。こっちの一人掛けのソファーはまた別のブランドのやつなんですか？そうですね。これブランドではなくてデザイナーは分からないんですけど、日本の70年代のヴィンテージになります。でこの頃の日本のヴィンテージって北欧の影響を思いっきり受けてるんで、結構金額も5万円ぐらいで手頃に買えちゃうものなんですよ。そうなんだ。で、取り外しもできるし、この何よりバッグが可愛くて、でこの木材もチーク材使ってるものなんで、赤茶系で今では結構作られないような木で作られてます。あとはこのメインになってるローテーブル、はい、これはですね剣持勇さんがデザインした山川ラタンというメーカーのものです。もう今はもう現行品あるかな、アウト・オブ・ミュージアムっていうショップがあるんですけど、そこのオーナーがこの剣持勇デザインの家具をご自宅に並べるシリーズとして持ってるのを見て、かっこいいなと思って、で僕もそのシリーズ集めたいなと思ってこれをまずは購入してみました。このラタンとの相性めちゃくちゃいいですね。そうですね、めちゃくちゃ好きでかっこいいと思います。あとはちょうど今座ってらっしゃる隣、このスツールって言ったらいいですか？はい、そうですね。これはエキパルチェアという民芸品でメキシコのものですね。これは木で、そうです。レザーと豚革のレザーと木ですね。豚革、初めて聞いたからへえ。そうですね。結構経年変化とかも楽しめるような。そうですね。なんかローテーブルというか、なんかちょっと置くものにもなっていいですね。そうなんですよ。なんでなんかレザーなんで別に汚く扱ってもいいかなみたいな。確かに。あとはその後ろにあるこのスタンドライト、これはどちらで購入されたものですか？これはアルテミデのトロメオというものです。木製家具がたくさん民芸品とかもあるともったりしちゃうので、洗練させたいなっていうのでミックスしてます。このテーブルもヴィンテージの？そうですね。60年代ぐらいのシャークアタックというヴィンテージショップで購入したチーク材のヨーロッパのテーブルですね。壁にかかってる、これもタペストリーというか、これめっちゃ可愛いですね。本当ですか？これは猪木佐美郎さんという民芸の染色家の方がいらっしゃったんですけど、二次流通で探して購入しました。帯を使った作品のようです。ここのサイドボード、ここはなんかどういったものを収納していらっしゃるんですかね？ここは僕のインテリア系の本だったり、子供の絵本だったりベビー用品を収納している箱だったりとかするんですけど、アートブックとかはまた別のところにあるんですけど、こういうジュードゥーブムっていう方の本がたくさんシリーズとして集めてます。これは結構各国とか北欧を中心になんか暮らしのあれですか、本というか。そうですね。なんか北欧のファミリースタイルとかパリのアパルトマンとか、そういうものを紹介していまして、なんか本当好きな理由としては、なんだろう、インテリアをおしゃれにしたいっていうのと、なんかファミリースタイルのちょっと生活感が出てしまうけど、そこら辺の折り合いをうまくつけるヒントが隠されているというか、
本当に物が多いけど僕も子供がいるのでこういうふうに例えばこう物が多くて雑多でもこう色が統一されてたりとか、なんか法則性がちゃんとしっかりあったりとかして、そういうのヒントになるなっていうので勉強にしている本ですね。確かになんかね、よくお子さんができるとお部屋にこだわれなくなるみたいな、聞いたりもなんかしますもんね。そうですね。確かにそういうのもすごい参考になりそうですね。はい、この顔のオブジェというか、これ何ですか？これはですね、アフリカのファング族という民族の仮面でして、ミッドセンチュリー系とか民芸好きな人はこの顔は結構ピンとくるかもしれないんですが、結構ファング族ってアフリカの民族の仮面を作る民族の中でも精巧な作りをするっていう話があって、これはずっと欲しくてですね、妻がインテリア興味なくてあんまりなんで結構知らずのうちに置いてもあんまり気づかれないんですけど、あ、そうなんだ。これに関してはさすがになんだこりゃって確かになりますよね。言ってましたね。これバレますよね。これバレましたね。2日ぐらい経った後に気づかれた。2日はバレなかった。そうだったんだ。あ、そういえば空間想定もありがとうございます。はい。皆さん買ってください。ぜひぜひ。この辺はなんかあれですか？はい。こう過去に見てたお部屋でなんかいいなと思ったお部屋とかありました？滝さんが。センスがいいなって思っているのはともさんのお部屋ですね。本当に参考にさせていただいてます。この部屋僕も好きです。大好きで抜群のセンスですよね。本当になんか生活感こんなにあるのに、このまとまりようというか、そうですね、すごいですよね。この方もこの本を持たれていたと思うんです。確かに。そっか、それでね、よかった。ありがとうございます。あとはじゃあちょっとこっち側の話もしたいなと思うんですけど、ここはテレビボード？あ、そうですね。テレビボードとしているイギリスの50年代ぐらいのサイドボードですね。これ実はいただき物、結婚祝いでいただいたもので、僕の親戚にいただいたんですけど、音楽団体に僕は15年ぐらい所属していた時の先輩でもあって、非常によくしていただいていて、でその方からいただいたものですね。素敵なセンスですね。はい。なんか買ってあげるって言われて、これがいいって言って。あ、偉いなんだった滝さんが。おこがましく。あ、そうだったんですね。でもこの辺のちょっと横にあるこの照明とこの花器、これもどっちもすごいこう個性的なデザインですけど、まずじゃあちょっと横の照明からちょっとお聞きしてもいいですか？これはシャークアタックという大阪のヴィンテージショップで購入したんですが、いわゆるヨーロッパのミッドセンチュリーデザインの照明ですね。もともとピンタレストでこういうポコポコっとしたデザインのランプをこう合わせてるのを見て、もう狙い撃ちでこれだっていうので購入しました。これは80年代90年代ぐらいのものなんですが、日本の花器で結構日本だと安く買えるんですよね。なんで4000円とか5000円とかで買えてしまうと思うんですが、結構実は海外とかではこの日本のこの時代の花器が人気だったりとか、コレクターがいたりとかしているみたいで、好きなものをこう選んで買っておいてます。ハイスツールというかちょっと高めのスツールとかもありますけど、これは40年代って聞いてるんですけど、ペーパーコードになっているスツールで、なんかこれもシャルロット・ペリアンのデザインに似てるなっていうので、ヴィンテージで購入しましたね。でそのディーラーさんが送ってくれた写真にこういうふうにインドのキリムをこのサイズで合わせてるのを見て、これいいなと思って。確かにドンピシャで。そうなんです。なのでインドのキルティング、ヴィンテージのキルトを扱ってるところでまた別で購入して合わせてます。あとこの長いこの花器って言ったらいいんですか？ジャパンディっぽい、日本っぽいんですけど、ファットラバーのものですね。シリーズとか会社忘れちゃったんですけど、その下にあるのもファットラバーですね。あ、そうなんですね。ここは動線的には普段はこう洋服とかを出し入れしたりするようなスペースになってるんですか？そうです。僕のクローゼットがこの中にあって、全身鏡でチェックするみたいな感じにしてますね。ここの動線もあんまり普通のご自宅だとこう見ないような作りで面白いですね。押し入れがあるので物が置けないっていうのでちょっと変な間取りにはなるんですが、こういうテレビボードをこっちに置いて動線確保しています。わかりました。ありがとうございます。続いて滝さんのファッションについての話を聞きたいなと思うんですけど、洋服もお好きということで、どうですか？普段家具とかもたくさんこだわってらっしゃると思うんですけど、こう購入する割合というか普段のお金の使い道でいうと服が圧倒的に服なんですね。ということで、じゃあ服もね今回はちょっと厳選していろいろ選んでいただいたんですけど、普段はなんかファッションの
こだわり、サイズ感とか素材感とか、はい、質感、なんかそういったところって何か着用される上でありますか？はい、トレンドを追いすぎないっていうところだったり、なんかアメリカ、フランスもの、イギリスものみたいなものをこうコスプレにならないようにうまくミックスしたりみたいなことが心がけてますね。今回はねちょっと何個か選んで持ってきていただいたので、はい、ちょっとその辺の話を聞いていきたいなと思うんですけど、今回はじゃあまず後ろの方ですかね。そうですね、全部古着というかになるんですけど、これバークハウスというイギリスのアウトドアブランドなんですが、ここが見ていただくと旧タグのものになっているんですね。旧タグのこのフリースというのはジャミロクワイのバーチャルインサニティで着てたものの色違いだったりとか、あとはこういうバーグハウスの同じく旧タグのマウンテンパーカー、こういうのも当時オアシスのリアム・ギャラガーとかが着てた当時物になります。この辺とかは本当に古着屋さんとかでも見つからなくて、あっても結構高価なんですが、こういうのを集めるのがすごい好きだったりします。またこういうちょっと中面のプローバーとかも旧タグでバーグハウス、他にもあるんですけどちょっと厳選してこの辺をっていうところだったり、あとはブランドでいうとボーディっていうニューヨークのブランドかなのニットなんですが、これヴィンテージの生地とかを使ったりとかしている非常に凝ったブランドで、結構服好きの方の中ではテンションが上がるブランドになってます。これすごい気に入ってます。はい、あとはこれは実は僕の愛犬のベルティなんですね。かわいい。でこれなんでこんなん作ったかっていうと、90年代の古着の界隈ではこういうドッグティーっていうものが一部あって、でこういう犬の自画像と犬種が書いてある古着の T シャツがあるんですよ。それを画像加工して自分の愛犬の可愛いショットをこう加工して作って、ここに会社じゃないんですけどちょっと会社のなんでコピーライトで2015年の生まれ年の犬の名前ベルとしているやつで、これ結構普通に一軍で使うんです。あ、そうなんですね。はい、ふざけてるわけじゃなくて思いっきりこれ綺麗なジャケットに着て高級な革靴履いてみたいな感じで崩しで使うことがあって、お気に入りの、T シャツです。記憶的散策さんで紹介するとなったらやっぱこれが欠かせないかなと思ったんですけど建築家のルー・コルビュジエが生前着用していたジャケットとして、環球品だったりレザーカーコートとしていろいろ言われはあるんですが、コルビュジエのジャケットですね。でこれ当時のヴィンテージでウールの襟とこの短い着丈っていう個体がもうなかなか見つからなくて、ちょうど僕のサイズで見つかったので非常に大事にしている一着ですね。で当時レスカのメガネをかけていたと思うんです。コルビュジエがオーダーしていたんで、それを僕はレスカで合わせたりとかちょっとフレンチに合わせたりして着ています。いいですね。この辺あとは結構、この辺のブーツとか、革靴が好きで、これはフランスのジェーム・ウェストンという革靴を3つ大事にしています。これは705チェルシーというのと、これは641ゴルフで定番の180ローファーだったりとかしていて、この辺例えば今日の服装とかにこう合わせたりとかしてちょっとアメリカ感を消すみたいな、そういうのが好きだったりします。結構じゃあ本当にきれいめなアイテムから古着まで、そうですね、割といろいろ合わせてミックスしています。せっかくなんでちょっと今日のコーディネートもせっかくなんでちょっと聞けたらなと思うんですけど、上からじゃあ下までちょっとお聞きしてもいいですか？これクーキーズーというブランドのデニムジャケットになっていて、で下がスタビライザーというブランドのデニムですね。どっちも日本のブランドですね。で中にはクルチアニというイタリアのニットブランドのニットを着ています。これあとちょっと今日気になってたんですけど、このルームシューズ、草履履いてるんですけど、これはなんだっけね、自由が丘のコホロさんというところで購入した草履で、どこだったか、日本のどこだったかで作られてるやつですね。よくチェックするセレクトショップとかブランドとか、滝さんの中で洋服何かありますか？特にないんですけど、買いたいものがあるときは結構ネットで買ったりすることも多くて、で古着とかヴィンテージとかはお店に行ってフラフラと探すことが多いです。家具もねちょっとさっき聞き忘れちゃったんですけど、結構いろんな家具出てきて、なんかズバリ最近いいなと思ったインテリアショップとか
ヴィンテージのお店とか何かあったりしますか？はい、おすすめしたいのはやっぱり大型のこういう木製家具になってくるとロッカさんというところが非常におすすめで、ミッドセンチュリー期のヴィンテージの家具とかが本当に安く買えたりするので、あとはインテリアとか照明とか小物系になってくると何度も出てきたウォントアンティークさんだったりとか、あとは下根青山とかにも足を運ぶこともありますし、いろんな場所で買ってますね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。こちらがダイニングスペースって言ったらいいですかね。はい、はい、ということで聞いていきたいなと思います。はい、こちらのスペースもテイスト的にはリビングとかと結構一緒のものが多いんですかね。トーンはベースは多分一緒だと思います。この辺のテーマ感がちょっと自分ではよく分からなかったこの辺はじゃあまずちょっと大きなこのダイニングテーブルからちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはオランダのプーロというブランドで結婚祝いで音楽団体の先輩からいただいたものですね。で本当に青春時代の苦楽を一緒に共にした方で、その方からいただくものとして非常に嬉しいというか、その方を身近に感じられるようですごく嬉しいアイテムですね。これすごいなんか足の太さというか、はい、重厚感というかなんかすごいですね。そうですね、ちょっとモダンな感じもありつつ、でもこう全体的にウッドのその量が多くて、ボテッとはしててすごい可愛いですね。確かに。この辺はどうですか、このダイニングチェアというか、椅子のこだわりとかは何かありますか？実はそんななくて今全部買い替え検討してるんですけど、向こうはヴィンテージのアーコールのものでインテリアに興味出始めたぐらいで中古で5万円ぐらいで購入したんですけど、ちょっと重すぎるなっていうので買い替え検討してます。でこれは離乳食用の子供のチェアなんですけど、息子が今1歳でストッケという北欧のブランドのものを使ってます。一応現行品だともうちょっとビビッドなイエローになるんですけど、ちょっとくすんだイエローが欲しかったので、中古で探してようやく見つかったものになります。結構こういうベビー用品とかも探すと可愛いデザインの結構ありますよね。そうなんですよね。北欧とかはすごい可愛くて。そうですよね。はい、でこれはシューメーカースツールというものでアクタスで購入しました。本当持ち運びできて便利で、はい、壁にポスターが飾ってあると思うんですけど、はい、まずじゃあこの白と黒のこのポスターからお尋ねしてもいいですか？これはドイツの昔小学校とかで使われていた算数のポスターなんですよね。あ、算数なんだ。そうなんです。千駄ヶ谷のセロットアンティークで購入しました。全然読めないですね。全然読めないし数字も書いてないし、本当に算数なんですかね。果たして算数なのっていう。へえ。でもやっぱり北欧のものはこういう学習教材でも可愛いですね、なんかデザインが。そうですね。こんなんどこを指さしてんの？どれかは分かんないですけどね。これ算数なんだ。そうですね。こっち側とかはどうですか、このポスターは？このポスターはルチート・ハルタードっていう現代アーティストのものの、美術館のポスターになってます。向こうにあるポスターとかも一緒で、スーナー・ワレイターっていうオンラインショップで購入しました。あとはじゃあ今度こっち側ですかね。はい。ちょっと移動していただいて、ここが食器棚って言ったらいいんでしょうか？食器棚として使っているサイドボード、ヴィンテージのものですね。でイギリスのちょっとアノニマスなものなんですけど、ガラス戸がついてたりとかして、ちょっとお気に入りの食器飾れるかなとか思って当時は購入しました。はい。確かにここなんか食器ディスプレイこうやってできるのいいですね。そうですね。なんかちょっと見ててウキウキするというか、そんなに集められてないんですけど。あとはここの上とかはまたちょっと雑貨とかフレグランス系とかを置いてらっしゃるみたいな。はい。ここで言うと照明ですかね。はい。照明はこれはアメリカの50年代のヴィンテージストリングランプっていうものですね。結構昔から知っててすごい欲しかったんですけどなかなか出てこなくて、ウォントアンティークだったかな。で出てきた時に妻が誕生日プレゼントで購入してくれたものになります。へえ。はい。素敵な思い入れの強いものです。ラグもね、こう各お部屋引いてあるかなと思うんですけど、はい、なんかそれぞれラグとかはなんかありますか、こだわりというか？ラグはですね、ジュートラグで2つ寝室と一緒に揃えていて同じところでオーダーメイドしたものなんですけど、インドのハンドメイドで作ってるものですね。ジュートなんですけど、あんまり日本でジュートラグ買うとこういうデザインがなくて、非常になんか可愛いデザインもオーダーしました。はい、オーダーのラグって結構お値段高くなるんじゃないですか？そうですね。4、5万円ぐらいしました。これで。そうなんだ。こっちは3万5千円ぐらいだったかな。もうちょっといったかもしれないですけど。これオーダーっていうのは、なんだろう、デザインとかもなんですか？ちょっとデザインはそうですね、選べてサイズをこちらで指定してみたいな感じで。いいですね。わかりました。はい。
あとはじゃあ今度こっち側のちょっとキッチン側ですかね。はい。ちょっと僕がずっと気になってたこの冷蔵庫、はい。すごいデザインがそうですねめちゃくちゃいいですねこれ。すごい近未来的で、はい。これはどちらで？これはアクアの冷蔵庫なんですけど、深澤直人さんがデザインしたもので、無印とかヘイとかデザインされている方だと思うんですけども、スペック的にもちょうどよくて、近未来的なデザインだったりとか、いい光り方がなんかこういいというか、このいいですね。これが非常にインテリアってのは重機っぽい感じで映るなと思って購入しましたね。じゃあデザインも機能も抜群にいいですね。ちょっとこれは僕もちょっと買わせてもらおうかなと。滝さんの家になっちゃうねもう。すいません、ありがとうございます。じゃあこのままちょっと奥の方に行こうかなと思うんですけど、こっち側が寝室ということで、そうです。はい、ちょっとお話を聞いていきたいなと思います。寝室はなんかちょっと色のトーンは少し変わった感じはしますけど、どうですか、そのあたり意識されてますか？はい、ベージュと白で構成しているイメージです。ここはちょっと何と言ってもやっぱりここのラウンジチェア、そうですね。これはどちらで？これはピエール・ジャンヌレっていうデザイナーのラウンジチェアとスツールなんですけど、ヴィンテージではないんですが、模造品とかでもなくて、インドのチャンディーガール都市計画に携わった工房がハンドメイドでオリジナルで作っているものになります。すごい。これはやっぱ、ちょっと座らなくても欲しくなっちゃいますよね。そうです。ずっと念願だったんですね、このラウンジチェアも。で、特にこのラックも僕はずっと欲しかったもので、こっち側もジャンヌレの、これもジャンヌレでまとめて5つ購入しました。これはなんか東京とかで売ってるんですか？展示会みたいなのとかあって、ステリビータさんとか日本だとあったりしますね。そうなんだ。結構ね、ご自宅いろんな椅子が今日出てきたと思うんですけど、普段こうよく座られる椅子というか、一番座られる椅子はソファーですね。ソファーなんだ。ウリコのソファー。これはほとんど座らなくて、子供が脱いだ服とかを普段は山のように積み重なってます。そうなんですね。これボビーワゴンでご存知だと思うんですけど、ベビー用品を入れてすごい使いやすくて、ちょっとインテリアのテーマは合わないんですけど、確かにでもいいですね、それは。この下のがエレクトロラックスっていう北欧のブランドですね。で、廃盤なのかちょっと分かんないんですが、ずっとこの型が欲しくて、で羽が白なのがなかなか中古で見つからなくて、ようやく手に入れた。確かになんか全部シルバーのイメージがそうですね、なんかあるかも。これはIKEA、どっちも IKEA なんですけど、IKEA とヘイのコラボ商品で、なんか今だとちょっとプレネとかついてたりとかして、昔結構前ですよね。そうですね。この台がディスプレイ台みたいな感じで使っているものなんですけど、自分で作ったものになります。重機とかでよくありますね。アクセサリーとか飾ってるようなお店とかあるかもしれないですけど、なんかそれ真似してペンキでちょっと厚塗りして質感出して3つ作りました。そっか、奥にあるのも作ったりも。ここでもあれですね、こっち側のこのウォールアートというか、これもすごいなんか印象的な。そうですね、これも自分で作りました。そうなんだ。これどうなってるんですか？これ実は重曹アートなんですけど、後ろのキャンバスが1万円ぐらいしちゃったんですが、重曹とペイントをダイソーで買ってきて塗ってなんで1万1000円ぐらいで作ったものなんかもともとピエール・ジャンヌレの家具に合わせてるスタイリングの写真をピンタレストで見ると、こういうちょっと抽象画的なものとかを大きく合わせてたりとかしてるのを見て、でなんかブルータリズムっぽいような小物とか合わせてるので、ちょっと質感強く作ってみようと思って、やってみました。てっきりなんかイタリアとかフランスとかのなんかギャラリーで買いましたみたいなエピソードかなと思ってたらまさかの手作りしました。こねこねして。そうだったんだ。やってきました。すごい。あとはこの辺の結構枝とかもなんかちょいちょいこのお部屋のアクセントというかになってるかなと思うんですけど、この辺のとかはどうですか？これはツルメモドキなんですけど、ツルメモドキの実を結構落として枝だけ飾ってますね。こういう枝とかはどういう形で入手されるというか？メルカリですね。メルカリなんだ。メルカリ楽なんで。出るんですね。あとはここはこの正面、すごいなんかデザインというか、なんか遺跡みたいな。そうなんですよ。群馬の高崎にある城山というアンティークショップがあって、月に数回しか営業してなくて予約制のとこなんですけど、なんかこういうブルータリズムっぽい感じの50年代のランプですね。
すごいですね、重厚感が。そうなんですね。なんかピエール・ジャンヌレの雰囲気を崩したくないなっていうので、確かにでもここだけね、なんかちょっと似てるようで違う、そうですね、トーンの、まあ、年代とかも。そうですね、フレンチミッドセンチュリーをちょっと意識して、建築がどうしてもこうつながるようなイメージでやりましたが、なるほどね。ただ襖とかここもともと和室だったんでちょっとそうなんだ、あれなんですけど、でもなんかそれがオリジナリティというかなかなかね見ないようなスタイルで、そうですね、新鮮な感じが僕はしてます。ありがとうございます。はい、ということで滝さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に滝さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。大きく2つあるんですけど、1つ目は私自身梨の木太鼓という、和太鼓の演者としても活動してまして、毎年8月頃に完全無料で公演を行っております。で5年前とかのコロナ前は1500人ぐらいお客さん来ていただいたりとかしていて、でもしよろしければ来年お越しくださいっていうのと、2つ目はファッションとして買ったものだったりスタイリングを紹介しているインスタのアカウントと、インテリアのアカウントがありますので、よろしければフォローしてください。あれ和太鼓の、公演はどのあたりで開催されるんですか？川崎で、川崎とか鶴見とかその辺で開催すると思います。じゃあということなので、和太鼓の公演と、あと、インスタグラムのアカウントですかね、チェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは滝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。